本日はメバルをさばいて姿作りにしていきたいと思います。それでは本編をどうぞ。はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日は先ほど申し上げましたが、メバルをですね、さばいて、そして姿作りにしていきたいと思います。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身、その他の料理を解説を交えながら紹介しております。最新情報のお見逃しがないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ではやっていきましょう。今日はね、ちょっと収録時間がこれね、深夜の2時なんですよ。もうね、ちょっとごめんなさいなんですけど、ビールを片手にやっておりますので、のんびりと聞いていただければと思います。はい、まずね、刺身にする前に、魚というのはね、下処理をしなければなりません。そして下処理なんですけれども、大まかにね、3つありますので、それを説明したいと思います。まず1つ目、鱗を取ります。大きい魚だったら、鱗取りって言われるね、器具なんかを使ったりするんですけれども、この手のね、そうですね、200から 300g ぐらいの魚でしたら、包丁であっという間に取ることができますので、そちらをおすすめします。そして2つ目がですね、エラを取ります。エラは、先ほどやってたやり方を参考にしてみてください。はい、そして3つ目が今ちょうどやってるんですけれども、内臓を取り出すです。内臓の取り出し方は大きく分けて2つあります。1つは肛門のあたりに切り込みを入れて、そこからですね、包丁を使って内臓をかき出すやり方。そしてもう一つが今やっているササラと呼ばれるですね、竹のほうきみたいなもんですね。これをエラの隙間から入れて、そして内臓をかき出すというやり方です。こちらの方が見た目が傷つかず綺麗にできますので、こちらの方をお勧めします。なんか超特急で説明しちゃいましたが、いいのかなこれで。何回もやり方見ていただければと思います。そんなにね、難しくないので。はい、ではね、次はメバルを3枚おろしにしていきたいと思います。ビールがうまい。では3枚おろしの説明をしたいと思います。どうでしょう、こんなのもね、自宅でさばけるようになったらかっこいいですよね。ね、自宅でね、姿作りなんか作っちゃった日にはもうね、ホームパーティーでみんなからすごいってキャーキャー言われますよ、そりゃ。ぜひね、やり方覚えてください。本当に簡単なので。で、大前提というか、絶対条件なんですけども、まずね、包丁が切れないことには何にもできないんですよ。なのでね、できたらこの柳刃包丁あるといいんですけれども、家庭だとそんな使わないですからね。なので、牛刀だとか三徳包丁、切れるものをぜひ用意していただければと思います。切れない包丁で作る刺身ほどまずいものはないんでね、もう身がネロネロになっちゃうので、ぜひお願いいたします。よくよく考えたら喋ってるだけでなんか全然説明ができてなかったですね。失礼いたしました。では3枚おろし改めて説明したいと思います。そうですね、ちょっと口で説明するのも難しいところなんですけれども、このやり方を見ながらね説明していけたらと思います。こんな感じですね。まず首に、包丁を入れます。そして尻尾の方に入れますと。ここからですね、背の方、先ほどの切れ目を入れた首のところまで一回ガイドラインですね。中骨まで入れないで、まず一回線を入れます。そして少しずつですね、骨に沿いながら中骨を探して包丁を入れていきますと。はい。で、ひっくり返して今度は腹の方。腹の方は、ここはね、ちょっと難しいんですけど、同じようにガイドラインをつけていきますと。で、ちょっと開いて、骨に沿いながら中骨を狙っていくと。ここはね、慎重に何回も包丁を入れていけば必ずできます。でね、初めはちょっと身がね、
骨の方に多少ついちゃったりとかするんですけれども、それもね、経験なので何回も何回もやれば必ず綺麗にできます。でね、万が一骨の方に身がついちゃったとしても、その骨はね、味噌汁だとか、あと煮付け、そういった食べ方もできるので、もうね、失敗を恐れず、ガンガンちょっとね、やってみてください。僕も修行時代はって武勇伝っぽくカッコつけてるわけではなくて、ほんとね、当時失敗を恐れずにガンガンやりました。もうね、ガンガン失敗してガンガン怒られて、でね、それがほんといい経験になって、今に生きてると思いますので、なんかね、おどおどしながらゆっくりやると、それこそね、刺身に悪影響なので、やっぱり慣れないとはいえ、手早くやるように心がけてください。はい、そして、この骨がついた本体の方、これをね、姿作りに使いますので、血合いとか洗い流してきれいにしておいてください。そしてね、土台は、今回は人参なんか使いましたけれども、大根でも結構ですし、パセリを使う人もいます。まあね、倒れないようにすればいいということです。そして、ね、竹串をこのように刺して、魚に動きをつけてあげてください。はい、こちらが全体像ですね。土台はこのような形になりました。そしたらですね、刺身を引いて、それをこの上に乗っけていきたいと思います。もう一回。でも、ダンクはダメだぞ。お、高っ。はい、それでは準備も整いましたので、メバルの姿作りやっていきましょう。まずは腹骨から取っていきます。この手の魚のサイズだと腹骨が非常に薄いので、穴が開かないようにゆっくり丁寧にやっていくようにしましょう。そして腹骨を取り終えたら、今度は真ん中にある小骨を骨抜きで取り除きましょう。この小骨が口の中に入るととても不快感を感じますので、取り忘れのないように指で確認しながら慎重に取り除きましょう。そして次に皮を引きます。端っこに包丁を入れて左手で皮を持ち、そして包丁を少しずつ動かしながら左手で持っている皮を引っ張っていきます。もう一度いきます。端っこに包丁を少し入れて、包丁を少しずつ動かしながら左手で持っている皮を引っ張っていきます。はい、そして刺身にしていきましょう。今回はそぎ作りという包丁を斜めに傾けて薄く削ぐように切っていきます。主にタイやヒラメ、そしてこのメバルのような白身魚でよく用いられる切り方です。断面をですね、広く薄く切るので独特の食感を生かすことができ、またですね、切って並べた時に見た目が美しく見える切り方とも言われております。カルパッチョなんか作るときにも特におすすめと言われていますね。刺身を切りながら同じ間隔に揃えて並べていきます。そして包丁を使って一気に盛り込んでいきます。反対の身も同様に。刺身は人間の体温でどんどん劣化してしまいますので、なるべく触りたくありません。なので、切った時に同じ間隔に、もうまな板の上で揃えていく感じですね。そして、そのまま包丁を使って一気に盛り込むという。こうすると、刺身を触る回数が最小限に抑えられますので、このようにしてみてください。
そしてわさびなどのあしらいを乗せて完成となります。はい、それでは本日の仕込みは以上となります。メバルの姿作りいかがだったでしょうか？この動画に対するご意見、ご感想などコメントいただけますと嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。